はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、サムネは隠してます。サムネは隠してるんですが、なんと、今回モッドで、こちら、ネロナイム。はい、イム様がついにですね、本誌の方というか、そちらで、ついに姿が出たんですよ。で、先に言っておきます。これはもちろんもう強烈なネタバレがあります。もうイム様の姿がもう見えてしまいますので、サムネはもちろんモザイク隠してるし、今からもしね、そのネタバレになってもいいよとか、本誌もう見たから大丈夫だよっていう人のみ、見ていただければなと。もしちょっとネタバレ嫌っていう人はこの後ちょっとイム様のその姿が見えてしまいますので、ちょっとそこだけお気をつけください。今後どうしよっかな。イム様 VS 何々っていうのもやりたいんだけど、それもサムネもなるべく隠した方がいいのかな。いやむずいよね。なんかアニメ勢の人には申し訳ないけど、単行本で出てたらやるよって感じなんだけど、なんかな、本誌と単行本で、本誌よりやっぱり単行本で見るっていう人が多いだろうから、どこまでその画像でネタバレしていいのかわかんない。とりあえず今回はモザイクつけます、サムネに。はい。というわけで、じゃあ今から、出します。3秒待たせていただきますね。はい。3、2、1。はい。これでね、今残ってくださってる方は、イム様の姿を見ても大丈夫っていう方だと思いますので、今回紹介したいなと思います。で、こちらが、イム様です。かっこいい。マジでさっきさ、これモデリング見たのよ。めちゃんこかっこよかったってかさ、イム様を想像してた。これでムーって言うんでしょ。やばいだろ。原作をもちろん見た方だったらわかるんだけど、なんかね、ワンピースのキャラクターじゃない感じがする。なんかラスボス感あるね。やっぱり多分ここが最後なんだろうけど、なんかラスボス感があるような、すごいなんか見た目でした。感覚的にはどうなんだろうね。ヤマトとエネル混ぜたような感じ。いやでももっとなんかなんだろう、もうなんかすごいまがまがしさを感じるキャラクターでしたね。はい。というわけでこちらイム様体力1024、そして、ちょっとまだ戦わせてるところ、実はね僕まだこのモデリングだけ見させてもらったんですけど、戦ってるとこまだ見てないので、そこをちょっと今から見ていきたいと思います。じゃあ白米様のモッド同士で行く方がいいかな。どうなんだろう。6機はちょっと遠くなっちゃうね。どうしようかな。じゃあクロコダイルか、いいか、海賊でいいか。こちらの海賊でバージェス、クザ、黒いゲか、黒いゲいきなり黒いゲ大丈夫か。いきます。黒いゲいきなりいきます。はい。さあ、戦うよね。うわー、いきなりグラグラ来た。さあ、もう全力じゃん。おっと、黒いゲ全力でいってるぞ、これ。いきなり大技から入っているが、しかし、なぜかいつの間にかダメージが入っている黒いゲに。待って、とんでもない。そっか。そうなんだよね。これあんまりどうなんだろう。そっか、そうか。これ倒せない。びっくりした。いや、どこまで行っていいんだこれ。もう黒い毛瞬殺です。強くね。ガープギャップゴー。イム様戦わないよね。いきます。ではさあ、どうなる。いきなり、いやガープは黒い毛よりだいぶ強いとは思うんだが、それでもイム様の恐ろしい、全然ダメージ食らってないもんな、こんなの。ほらでも結構食らったか。今700ぐらいになってなかった。今いや800か。800。いやでも200ダメージが、いやでも200ダメージって言ってもガープがそれ200ダメージ、逆に言うとガープが200しかダメージ与えられてないってことだよね。これ残り 9.3 でしょ。わーおいやでも確かにね、イム様はなんか結構言われてるのが、もう過去最強のキャラクターだっけ。ロジャーとかロックスを超えてるって言われてるから、これは納得ではあるな。じゃあちょっとさ、三大将も現杯でクザも強くなってるんですよ。クザ特にね、キザルクザの全員キザルね、これワールドボーダー超えちゃいそうな気がするんだけど、ちょっとこれでイム様にこの海賊三大将たちでちょっと挑んでみたいと思います。キザル最初にやりますわ、あえて。こんな感じかな。ではまずイム様、そしてキザル
これは行きましょう。では果たしてキザルはね、これボーダー超えちゃうんだよね。ヒュン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 ってどっか行っちゃうから、ちょっと相手先にしちゃったんだけど、あ、でも超えてないね。アップデートで待ってたら超えなくなったとか。さあもうイム様が止まらねえぜ。あ、行っちゃった。向こう行っちゃった。でもまあ大丈夫、来るでしょ。まだこっちにキザルは走ってくる。こちらに来てくれるよキザルは。いやでも、いやー、ここは瞬殺か。さあ次、緑牛荒巻 VS 荒巻はどうなんだろうな。まだこっから分かんないよ。もしかしたら携帯が荒巻の携帯が変身するっていうのが来たら、さらに荒巻が強くなりそうな気がするが、ここは瞬殺。さあ次、一生いきます。一生ここで少しでも一応杯がまあ多分がっつりそのイム様にダメージ与えられるとは思うのよ、元帥杯がね。それまでの間に少しでも一生とかがイム様にダメージを与えておきたいところなんだが、そんなこともさせてないまでスティーパクトがどんどん入ってくる。いやーマジか。じゃあ次クザン海賊クザンでもよかったけど、まあこちらのクザンアイスエイジがねすごい強くなったんだよね、確かね。動きを止めれるようになったアイスエイジじゃなかったかな。いやでもアイスエイジだったかな。相手の動きを止めれるようになってかなり強くなったんだけど、そんなこと全く意にも介さないぐらい強いですイム様。さあこのままいきます。では最後杯行こう。杯どうなんこれ。さあクザンが凍らしたこの氷を杯が溶かす。でもなんかあれだね、ワンピースの本誌見てるとちょっとまあここは俺はもう喋っていいのかな。なんかわかんない。まだあくまで確定じゃないから言うけどさ、杯とまあサボになりそうだよね。なんか描写というかね、わかるかねわかるかね言い方がすごいうざくなっちゃったんだけど。さあこれはここで杯フィニッシュでなんと 200！ マジか。海賊大将および元帥が全員戦ってもイム様に200。いやでも実際それぐらいかもしれんよな、強さだとしたら。じゃあちょっと七部会ミホーク行こうかな。いや待て、クロスギルド行こう。クロスギルドのミホークとちょっと戦わしていきたいなと思います。いやクロスギルドミホーク好きなのよイム様。さあどうだい。これは頑張ってちょっとかなりまあ勝てるとは思ってないけど、いい勝負してほしいな。いやこれ今後さ、ちょっとこれ最強キャラ決定戦とかで戦わしたいよね。そのトットムジカとかロックスロジャーとかと戦わしたいので、またね明日とかちょっとポーマジか。ちょっと待てー。2人でいきます。ダブルミホークでいきます。まあちょっと今回はこの辺りで終わりかな。はい、というわけで今回まあこちらねイム様が登場したということで、ちょっと今回は動画にさせていただきました。いや本当にいつもありがとうございます。制作していただいて。でまあね今後ちょっとねサムネどうしようかなっていうところではあるんだけどね、モザイクするけどさすがにでもさ単行本になるまでちょっとモザイクかけ続けるっていうのはちょっと嫌なので、ちょっと今回は一応モザイクはかけますが、ちょっと次回以降どうなるか分かりません。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ちょっとねこれからどんどんイム様の、ちょっと対戦させていきますので、よかったら見てください。じゃあお疲れ様です。バイバイ。